未来を作るのは誰だろう。便利に過ごせる毎日、不安のない社会、環境課題が解決された明日。未来を築く人たちは大きな壁をどのように越えていくのだろう。大好きなものづくりで世の中を便利にしたい。強い思いで始めた会社だったが、いつの間にか社員や家族に負担を強いてしまっていた。本当の幸せって間違っていたのかもしれない。怪我や病気で苦しむ人たちはちょっとしたことで不安を感じるもの。誰もが気軽に相談できる医療環境を作りたい。学生時代、一人旅で訪れた国。この国は今、急速な発展と引き換えに深刻な環境汚染が進んでいる。どうしても救いたい。どうしたらいいのだろうか。増えていく離職率の原因はどうすれば見つかるか。長時間労働の根源は過剰なまでの業務量。本当にそうだろうか。病院システムと患者がつながれば患者の不安も解決できるはず。昔からあるいくつかの古いシステムのデータもつなげることさえできれば。今水質改善をするだけじゃ足りない。将来を見据えなければダメなんだ。多くの改善状況のデータを集め、あらゆる角度で分析しシミュレーションできれば、この国の未来が変わるかもしれない。大切だったのは、あらゆるデータをつなぎ本当の課題を見つけること。データがつながると新しい価値が見えてくる。目指すべきは人々の思いを未来につなぐことなんだ。仕事に余裕が生まれた社員たち、会社にも活気が戻った。生まれた時間から次々に新しいアイデアが生まれていく。ようやく完成したシステムは患者と医師の心をつないでくれた。介護や福祉、新たなフィールドでもっと心をつないでいけるかもしれない。豊かな水資源が取り戻すこの国の様子が確信できた。でもそれは終わりじゃない。この国は世界の環境を牽引していくんだ。この物語は彼らだけのものではない。情報をつなぎ、人と人、思いと思いがつながれば、より多くの人がもっと輝く未来を作っていくことができる。私たちはそう信じています。